Hey, what's up guys? This is Yosh as Mario Temple. I want to do a back shift with this 96 cubic inch shovel head FXR. So put the press the capture button. You can see your subs around here. Alright? So let's get started. はい、こんにちは。マリーテンプルのヨシです。今回もバックチェックお願いいたします。今回は96キュービックインチのショベルヘッドを乗せた FXR です。その前に簡単に僕の自己紹介させてください。僕はというと1995年ぐらいに、ロサンゼルスに渡米して、その頃からオールドスクールのばっかりの、ジョッパービルダーをずっとしておりました。特に S&S モーターを組み込んだオールドスクールを、メインにビルドしておりました。でそんな流れもあってこんな感じのオールドスクール調のビルドを今京都で FXR を専門にやっております。よかったらインスタグラムのフォローお願いいたします。それではバイクチェックお願いします。はい、それではバイクチェックいきたいと思います。かっこいいっすね。フロントちょいかち上げのリア抑え気味のっていう具合のフロント8インチオーバーですね。で後ろが 11.5 の感じで落ち着かせてます。若干前勝ち上がりの感じですね。はい、それでカラーリングなんですけども、基本的には黒で、ポリッシュの部品を多用して、ところどころメッキといった感じで、できるだけシックにオールドスクール感出した、ギラギラさせて仕様に仕上げてます。で一応なかなかちょっと気づいてくれないかなと思うんでちょっと説明させてもらいますけども、黒これ3種類の黒を使ってます。実はよくある黒ですね。それでタンクで塗られてるのが黒なんですけども、ハイグロス、艶が一番艶を出したタイプの黒ですね。綺麗に仕上がってますよね。で今度はフレーム。これフレームパウダーコートなんですけども、ハイグロスでなく7分のツヤでやってます。そうなんでハイグロスにも若干ツヤを引かせた仕様になってますね。この辺のサイドカバー見てみると分かりやすいかな。ハイグロスなんかもっとねフレームもピカッとなるんですけども、そうすると今度エンジンが沈んでしまうんで、エンジンが結構シックなアルミ地のエンジンなんで、フレームはギュッとちょっとツヤを抑えてやってます。でさらにホイールの方は今度は3部ツヤでやってます。3部だけのツヤですね。そのねフレームよりもさらに 40%、ツヤ化したタイプになります。ツヤ消しではないです。ツヤ消しになるとねちょっとグレっぽくなっちゃうんで、こんな感じで、それで全体的のシュッと感というか落ち着いた感じを演出してます。タイヤがどうしてもね、タイヤの色って艶消しだったりとか深いグレーっていうトーンなんで、ホイールをね艶ギラッとさせたとちょっとタイヤが沈んできちゃうっていうか、それなんでこんな感じで仕上げております。はい、塗装今回も綺麗に仕上げてくれました。群馬県にあるティーズデザインさんですね。ラインもバッチリですよね。で70年代後半かな、80年代初期にあった4速エボじゃない、ショベルの、タンクロゴですよね。ウィングの王道ロゴです。かっこいいですよね。に合わせたピンスをやっております。はい、それでなんといってもこのエンジン、ケース S&S フライホイール、シリンダー、S&S ですにツインプラグの STD のヘッドを乗せた、ビッグボアにこのキャストのポリッシュの、ボールミル加工したロッカーボックスですね。渋いですね。でコーンカバーも S&S の、よくあるビレットタイプとかでなくて、純正のショベル用のコーンカバーを使用しています。
この渋さどうでしょうか。やっばいっすよねこれね。ボア3と8分の5なんで、ビッグボアのS&S で規制で出してる93キュービックインチのショベルヘッドあるんですけども、あれすごくねやっぱ物はいいらしいんですよ。中身がもうほぼほぼなエボリューションの構造に変更してあるんで、ただ外観がねビレットのロッカーボックスだったり、そのビレットのカムカバーだったりとか、やっぱちょっとニュースクール感がちょっとギラッと出てしまうので、僕ちょっとねオールドスクール風が好きなんで、ちょっとこんな具合で純正の部品のカバーを使用しつつビッグサイズのモーターに仕上げました。はい、でミッション、プライマリもそうなんですけども、これ実はというと年式的には86年のバイクです。っていうのも、ショベルなんで、もしかしたら詳しい方なんかはね、これ82年か83年のバイクかななんて思った方もいらっしゃるかもわからないんですけども、それだとねやっぱりミッションプライマリーがちょっと貧弱かなと思いまして、ただ85年以降になるとねエボ用に多少ミッションもプライマリーも、合成良くなってると思うので、あえてこの86の車体にエボリューションを抜いてショベルを乗せ込んだっていう感じですね。でもちろん90年代のエボミッションなんか物はいいのはもちろん分かってるんですけども、セルモーターなのね、クラッチの軽さなのね、いいのはよく分かります。ただやっぱりこの男らしさっていうんですか、この無骨感っていうんですか、しびれますよねこれね。もう重たいのは分かります。クラッチが重たいのはまあしょうがないです。これは男行きでカバーするしかないと思ってるんで、これであえて、でもやっぱりちょっと82、83、84のミッショナルちょっと貧弱なんでねやってます。ちなみにケースはさらに後期の直接マウントのケースになってますね。ブラケットタイプじゃなくてケースは交換しました。はい、でサイドカバーは今回あえてネスのサイドカバーを使うという純正で、プラスチックじゃなくて鉄の方のねやつに塗装して、コネフィックス R であるこんな感じの塗装を施してます。でピボットもこんな感じで、ビレット感出すのは嫌だったんでね、こういうのをちょっとメーカーちょっと覚えてないんですけども使ってます。2PM のちょい昔の、エボの時代ですよね。ポーポットの同型型のポーポットキャリパーですね。これに、笹はワークスです。後ろはねギシッとやっぱちょっと短いんでね、きちっとちょっと効かせてもらわないと困るんでワークスのサスを取り入れてます。でローター、ハレ純正のブラックアウトされたフローティングローターですね。はい、でマフラーは、お決まりというかよくやる、サンダーヘッダーエキパイカポールですね。サイレンサー部分だけ使ってエキパイは全部オリジナルで作ってます。ショベルのサンダーヘッダーありますけど、もうちょっとボテッとした感じになるんで、かといって今回ちょっとあんま短すぎてもちょっとスポーティーすぎてもあれなんで、若干短いぐらいですね。でこの辺のコーンカバーの取り回しなんかもよく70年代にあるちょっとカクカクっとした取り回しでやってるのと、いつもうちでやってるラバーマンの仕様になっております。はい、フロントこれ86年は基本35mm なんですけどね、こちらもちょっとこれだけの長さとあとこれだけのパワーのエンジンだと 35mm でちょっとあれかなと思って 39mm やってます。でね、ポリッシュとメッキのあんまりギラギラさせないような感じでやってます。でちょっとチョッパー感を出したかったんであえてシングルキャリパーいいっすよね、このスカッと感がね。でメーターダブルタコメータースピードメーターつけての
純正風のポストですね。で若干太めのポストをつけて、純正スイッチで、あえてこの四角いミラーですね。でこのライトバイザー、トム・フォークさんのこのシャークフィンって言ったかな、いいですよね。このメーターコンソールのこのラインの感じなんかも最高じゃないですか。FXR のために作ったんですよね、これね。違いましたかなまあすごくフィットしたのでね、ちょっと使わせてもらってます。でしかもハイライザーのね、このケーブル隠しにも多少貢献してくれてるんでいいですね。こっち左側は、4ポットの PM ですね。昔あった、同系の4ポットタイプですねにハーレー純正のフローティングローターつけております。プライマリーも、ポリッシュ仕様にしてます。今回ちょっとね黒田の、メッキダウンではなくこのポリッシュでグッと落ち着かせた感じですね。でケースなんか全部ね、ミッションもそうですけども、ウェットブレスト全部かけてますので、もうピッカピカです。で SS のケースですね。STD も綺麗そのまんまです。でツインプラグなんで、今回ダイナ S の、デュアルなんていうんですか、デュアルのねピックアップつけて、でコイルもこんな感じでワンオフでマウントしております。まあ結構シンプルに仕上がってますよね、ツインコイルの割にはね。でもちろん今回も、86ですけどもチェーン仕様で、公認取る予定になっております。はい、テールライトなんですけども、これも、70年代のちょっと利用してつけてます。FXR とね、この全部プラスチックの、カバーだったりするんですけども、ちょっとそれだとこのバイクよりはちょっとニュースクールかなっていう感じで、70年代を利用して FXR の、フェンダーを加工してこんな具合でつけてます。これも渋いですよね。でシートですね、これ FXR 用なんですけど、もちろんちょっとメーカーわからないんですが、昔の当時物を見つけてこんな具合でつけてます。この秒の具合といい、このアンコの抜き感といい、チョッパーしてますよね。このバイクのために作られたみたいな感じじゃないですかでこれもちろん FXR 用なんでヒンジ仕様になってるんでね。はい、ではバイクチェックいかがだったでしょうか。今回はショベルヘッドでした。こんな感じでね、僕どうしてもやっぱりこの昔からオールドスクールばっかりやってたんで、その名残が抜けないというか、やっぱ好きなんでね、渋めのバイクっていうんですか、小バイクというよりもどっちかというとゴーバイク、最新のバイクというよりもやっぱちょっと昔の、バイクっていうんですか、そういうのが好きなんでね、こんな感じのビルドばっかりやっております。すごく楽しいです。走るのもめちゃくちゃ楽しいんで、こんな具合でこれからもどんどん、ビルド活動やっていきます。インスタの方もやってますんでね、もしよかったらフォローお願いいたします。それではまた、この後はメイキングのビデオ、写真いくつか載せておきますので、よかったら見てあげてください。それではまた See you later